湾の繁華街南京東路を歩いています。すごい昔の重厚な洋風建築がずっと並んでて、久しぶりに来たんですがすごい圧巻です。バンドの川のほとりで上海の激動の歴史を見てきた。おそらく上海で一番有名な歴史あるホテル和平飯店。現在はフェアモントピースホテル。今回の旅のテーマはオールド上海。この上海の歴史を象徴するホテルを外すわけにはいかない。そこで思い切って泊まってみることにした。すごいぞルームツアーをしてみようと思います。入ると右側にウォークインクローゼットがあります。左側がこのようなバスタブのバスルームになっていて、洗面台が2つあります。そしてこちらからここにミニバーがあってコーヒーも入れられます。ここが寝室になります。このベーシックな部屋は1泊4万円。今日は上海のとても有名なホテル和平飯店に泊まっています。上海は南京条約でイギリスやアメリカ、フランスなどの外国人居留地が置かれるようになって、でそれで中国の文化と西洋の文化が混ざってとても独特な魅力のある街になっています。その頃に作られた重厚なすごい素晴らしい近代建築がたくさんあって、この和平飯店はその中でも特に有名な建物です。でずっと憧れてて、今回初めて泊まってみたのですが、もう入り口からロビーから一つ一つが美しく作られていて、もう本当に素敵です。今から晩ご飯を食べに行きます。今日はちょっと中国を意識してこんな感じの服です。このアクセサリーは視聴者さんからいただいたプレゼントで、これは南大門市場で、これがカンジャン市場の2階の古着市場で1万5,000ウォン。そしてこれは台湾の台南で1300円ちょっとぐらいで買った刺繍靴です。では行ってきます。以前上海でお世話になった韓国人オンニと晩ご飯を食べに来た。1800年開業の上海料理店がルーツの店で、本店はミシュラン一つ星。お酒の種類も充実で、まずはジャスミンフレーバーのビールから。青菜炒め、豚の角煮、上海のごちそうカニあんかけご飯。カニの身と味噌と卵だけでできた贅沢なあんかけを石鍋ご飯にたっぷりかける。ビジュアルだけでご飯一杯いけそう。揚げた魚の身を甘い醤油だれにつけたもの。豆腐のスープにめちゃくちゃ美味しそうな洗練された上海の定番料理が揃った。
想像以上のカリッといい食感に絶妙な甘いタレ。これは青菜を鶏肉の油で炒めてある。とても柔らかい青菜に鶏油のコクがしっかり絡んでいる。シンプルながら一技ありの野菜炒め。すごく濃厚な鶏スープにしっかり固めの木綿豆腐ときくらげ、中華ベーコンなどが入っている。うわ、おいしい。まずスープが濃くておいしい。それにちょっと発酵したような風味のある豆腐が癖になりそうな組み合わせ。さらにベーコンがこれでもかと旨味を加える美味しさの洪水だ。つやつやでプルプル、芸術級の豚の角煮。柔らかくて味がしっかり染み込んでいる。3分の1を占める脂身も全く脂っこくない。カニあんかけご飯。カニのうまみが凝縮されたトロトロのあんは昔から大好物。この店はあんの量も濃さもすごくて贅沢の極みだ。이 양념이 그 상회식인 것 같은데 원래 이런 거 너무 달아서 못 먹었는데 이거는 적당히 네 맞아요. 근데 음식이 전체적으로 다 되게 적당하고 맛있는 이것도 맛있어. 그렇죠. これ今日のベストメニュー。2杯目はチンタオのホワイトビール。飲んで食べて喋りまくって、外に出ると長蛇の列。大人気のレストランだ。 여기까지 줄 섰어요? 어머 그런가 봐. 우와. 우리 그 시간에 온 게 완전 네네 색깔이다. 진짜. 和平飯店には平均年齢80歳のおじいちゃんたちが演奏するジャズバーがあって有名なんですけども、今からそこに行ってみようと思います。オールド上海の象徴の一つ、オールドジャズバンド。世界的にも有名で、各国の政界人、著名人たちも聴きに訪れる。1980年に結成され、今では平均年齢80歳。メンバーはみんな大戦後の激動の時代に半世紀以上音楽を続けてきたミュージシャンたち。下手馬なその演奏にも上海の歴史を重ね合わせると不思議な味わいがある。なんだか古い上海映画に紛れ込んだような夜。では今からホテルの朝食をいただいて動き始めようと思います。今日の格好は頭のてっぺんからつま先までソウルで買ったプチプラでまとまっております。ちなみに、これがトンデモンシジャンで5000ウォン、これ多分ナンデモンシジャンで3000ウォンぐらい、古着屋さんで2万ウォンくらい、これも多分どっかで4000ウォンくらいのこれは古着屋さんで2万ウォンくらいの、ブーツは高速バスターミナルで2万ウォンでした。ソウル最高です。
では行ってきます。和平飯店の建物は1929年に当時上海一だった財閥サスン家により改築されたもので、サスン財閥の本拠地やホテルとして運営されてきた。この一帯に並ぶ建築物の中でもひときわ目立つ緑色のとんがり屋根が特徴で、各国の VIP たちが宿泊した伝説のホテルだ。こうして歩くだけで照明、天井、窓、階段の手すりなどすべてが美しく作られていて見飽きない。上海の歴史に刻まれたこのホテルに泊まれたのはとても価値のある体験だった。朝ごはんはビュッフェ。品数は多くはないけれど、上海の朝を感じさせるメニューがいろいろある。麺の屋台、上海式のトッピングおかずが揃っている。ワンタンもある。せいろには天津、小籠包、蒸し野菜、中華風クレープ。クレープみたいな薄い生地に卵やソースを塗り、薬味や揚げパンを乗せて巻く。おかずいろいろ。私にとっていいビュッフェとは、サーモンがあること、人参りんごジュース。一皿目はいつも豪華サラダ。しっかりビタミン補給して、生野菜にシンプルなドレッシング、そしてサーモンやハムやチーズなどのおいしいタンパク質をあれこれ乗せたサラダ。この魚の燻製もいける。上海の朝食の定番ワンタンを注文した。ネギ、卵、干しエビ、海苔、シャンツァイ。2皿目。透き通ったスープにツルツルのワンタン。シンプルなだけにトッピングがいい味を添えてくれる。3皿目、またサラダ。デザートは蜂の巣から滴る蜂蜜を食べたいがためにパンケーキを食べる。いちごジャムも添えて。はい。食べ物も食べ物だけど、この本物のクラシックな空間で朝食をゆったりいただく時間がすごく幸せで、それが心の栄養になっていく感じがする。上海観光の定番、豫園へ。入る前にすぐ近くの市場でチャイナワンピを調達する。写真映えに圧倒的な差が出るから。うまく探せば1000円台でいい感じのが見つかる。ここで99元のチャイナワンピースを買いました。豫園は16世紀末にある役人が父親に送るため18年の歳月をかけて作った明代の傑作と称される庭園。海外からの旅行客がほとんどいない今でも国内各地からの観光客でにぎわう。そして豫園に来たら小籠包、
豫園のすぐ隣にある南昌饅頭店。1900年から続く小籠包の老舗。伝統豚肉小籠包。皮が破れないようそっと持ち上げて、お酢につけ、生姜を添えて、皮をかじってあふれるスープを少し吸ったら、一口でいく。薄いけれどもっちりした食感の皮と新鮮な豚肉あん、口の中に濃いスープが広がっていく。とてもきれいで便利になった上海。だけど同時に感じたのは、たくさんの昔ながらのいい食堂も姿を消したということ。私の記憶の中の中国的な雰囲気に満ちた食堂が全然見当たらない。その中で一軒だけうっすらとした記憶をたぐり見つけた店。古くて大きなレンガ造りのアパートの中にある中国的な巨大なレストラン。今日もオンニと一緒にゆで豚、エビとカシューナッツ炒め、絶対食べたかった麻婆豆腐、空心菜炒め、肉団子スープ、四川料理定番の前菜、ゆで豚のニンニクソース。さっぱりとしたゆで豚におろしニンニクとラー油で、前菜からご飯がノンストップになる罪深い料理。수육에 중국식 양념. 맛있죠? シャキシャキして癖のない空心菜を豆腐の発酵食品、腐乳で炒めたもの。 이거 딱 뭐라고 설명하기가 어려운 맛있는데 모르는 사람들한테 뭐라고 해야 되는지 모르겠어요. 근데 이거는 진짜 뭐라고 설명하기가 원래 소주가 되게 특이한 맛이에요. 발효식품이라서. 이게 상태식이랑 사천식이랑 반반인 것 같아요. 달달하고 맵고 달고. 麻婆豆腐もラー油たっぷり山椒が効いて口中しびれるような四川式じゃなく、かなりマイルドになってる。どんなスタイルであろうが麻婆豆腐に失敗はなし。 너무 오랜만에 먹어요. 이 맛도. 전혀 마가 별로 안 나네. 今日は四川の料理中心に食べたけれど、どれも上海っぽくなっていて、辛いものが苦手でも食べられるローカルながら食べやすい味だった。フランス租界時代の代表的建築物、築100年近くになるウーカンビルディング。その1階のカフェバーで旅の締めくくり。上海の古き良きものを訪ねる旅。街はどんどん変わっていくけど、オールド上海の面影はずっと消えないでほしい。